皆さんこんにちは。読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら、夜間飛行サンテグジュペリの作品です。もちろんだいぶ前の作品ですけど、ちょっとご紹介します。いわゆる飛行機の技術っていうのがちょっと上がってきて、飛行機でいろんなものを運べるようになりました。で、まだレーダーとか通信とかの技術がしっかりしてない時代だったんですけど、でも気の早い人たちが夜も飛ばして運ぼうっていうようになった。で、当然危険なんですよ。飛行機って、うん、夜飛ばすと、どっちが上だかどっちが下だか分からなくなるんです。海の上とか飛んでると、月明かりで、水面がこう、チラ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 ってなるので、星に見えるんです。そしたら、そっちが上かなみたいになっちゃう。どっちが上だか分からない。だから飛行機の操縦席って今は、どっちが上ですみたいなの、今、逆さ向いてますみたいなのが、操縦席に出ます。で、まだしっかりしてない時なんですよ。で、でも、飛ばすかなる。で、列車に負けてらんないっていうふうになる。いわゆるビジネスの発展が、そのリスク、人命よりも重視される。そっちを優先っていう時代です。みんな、いわゆるこういう経営者とかっていう人たちは、もちろん辞めようと思えば辞められますよ。国に別に強制されたわけじゃないです。ただ、辞めないんです。自分の判断で辞めない。経営者たちが。で、このお話、支配人リビエールという人が出ています。このリビエール、全体的な責任者です。この人は人を評価するときには、引き算で評価します。常に×、×、×。あなたはこういうことしたから、ここの評価を下げるね。ここのボーナスを下げるね。降格しますよ。みたいな感じのことを、常に、命令書みたいな感じで出す。そうすると、現場がピリッとする。だから、これはいいことなんだっていう信念の持ち主です。で、いいことなんだ。だから私は悪いことはしてないっていう発想です。で、この人の下でみんな言うたらピリッとしながら働くんですよ。ある日、ちょっと雲行き怪しかった。天気が。でも、飛ばすか。飛ばせと。予定通り飛ばさないとどうするんだっていうふうにリビエール指示を出す。飛ばします。そしたら、みるみる天候が悪くなっています。パイロットファビアンという人が操縦してました。で、ビューッと飛んでいくんですけど、結構な距離を飛ぶんですよ。で、その間の中継地点とか目的地の飛行場とかに連絡をするんですけども、もう本当の暴風になってきて通信が途絶える。なんか電線切れたりして。で、もうとんでもないことになってますと。で、もうアンテナもアンテナぼっきり飛んでいっちゃうんで、もうアンテナも下ろしますから、もうここから先通信できませんとかっていうふうなことも言われたりする。で、そうすると、で、ファビアンとの無線もですね、もう通じなくなる。で、どこをどう飛んでんのかどうなってるのかもわからないというタイミングが来ます。でもちろん飛行機ですから燃料で飛んでる。つまり永遠に飛んでられる乗り物ではないです。いつか燃料が尽きるので、その燃料が尽きるまでにどっかで着陸しないと墜落します。で、その時間が刻一刻と迫ってきます。で、このファビアンの妻が夜中、この航空会社に訪れます。で、うちの旦那の飛行機はもう着いたかと。妻が来ます。で、
リベールが何というかというと、実は本当に申し訳ないと、連絡がつきませんって言います。まあ泣き崩れますよ、わーって。で周りの社員から、実はファビアンさん結婚して1ヶ月なんですよということを聞かされる。そうか。でそこでリベールは考えます。今まで危険だ危険だ、もうやめとけと周りから言われても無理やりやってきたこの夜間飛行を、夜が明けて明日からもしこの飛行機がこのまま墜落したとすれば、きっと世間はもうやめろと言うだろうなと。そうしたらもうこのビジネスをやっていくのは難しいだろうな。さあどうしたもんかなというふうに考える。つまり目の前で泣いているファビアンの妻を心配するのではなくて、自分のあるいは自分の会社のビジネスのことを心配します。で、ただその心配をしていくうちにリビエールはこう思うんですよ。俺は一体誰に言われてこんなことしてるんだって。あれって質に戻るで考えるんですよ。でその間も、通信士たちにちょっと連絡してみろ連絡してみろと何度も何度もやるんですけど、やっぱり連絡つかないですっていうふうな、返事が返っています。エネルギーが切れる、燃料が切れるっていうタイミングが刻一刻と迫っております。嫁さんは泣いてる、通信は取れない、さあ明日どうしようかなっていう状態。この本のテーマです。この夜間飛行っていう、僕今手に持ってるのは新潮文庫で、堀口大学の訳の新潮文庫ですけども、テーマって結局、挑戦していくっていうことをテーマにしてるんですけども、挑戦っていうのをした人のみに結局大きな成功っていうのはやってくるっていうこと。そしてこの大きな成功というのは、その周りにいる、言うたらいわゆる多くの人、家族とか周りの恋人とか子供とかの犠牲の上に成り立ってんだということです。公の利益、大きな発展というものが個人個人の犠牲によって社会というのが発展して、その競争原理の中で実は全体的に大きくなっているんですという話で、それを思うときに、これ今とあんまり変わらんやんっていう結論に至ります。そういう疑問の投げかけなんですけど、ずいぶん昔の本ですよこれ。変わらんやんっていうのをこの2020年で思うこの感覚ってなんだろうなって思いますけどねこれ。とりあえず、このリベールがどういう決断を下すのか、ちょっとこれ読んでみてください。面白いですよこれで、私の心に響いた言葉ですけど、117ページの10行目です。これ新潮文庫のでのページですけども、人間が社会として生きていく、社会の中で生きていく上でだよ、競争っていうものから逃れられないならやっぱり競争を頑張るしかないなと思うのかもしれないが、新しい生き方ってやっぱり模索するときに来てんのかも、そういう感じがこの現代の私が読んで感じました。ぜひちょっと自分なりのね、感想を持って日々生きてくださいね。面白いです。夜間飛行サンテグジュペリです。読書の達人でした。